フリルの描き方、サンダルの描き方、花の描き方、ハンドルとそのパターン全部描かなくてもいい。それっぽくは見えてきますよね。こういう変なポーズにならないように最初からポーズをはっきり決めた方がいいし、で俯瞰で描くんだったらちゃんとパース線も意識しながら。よろしくお願いします。毎度です。最近ファンタジーアニメがすごい流行ってて、村人普通に歩いてるキャラクターも描かなきゃいけないので、そういうのはチャレンジです。はい、やりましょう。いろんなファンタジーアニメいつも見てるのに、どんな服を着てるのか全くわからない。イメージは結構ドレープ的なゆるゆる服ですよね。なんとなくみんなエプロンつけてる気がする。調べておきます。OK、インターネットを使って調べてみたらよくあるのが、ブーツ、あとはエプロンもいろいろ形があると思うんだけど、あとよくあるのがケープ、なんていうかな、マント。他に入れたいのが頭につける、なんていうかな、帽子みたい。そしてそれなんていうんですか、それ結ぶところ。こんな感じでいきます。なんか少し俯瞰で描いてみようと思っているんだけど難しいかな。手が何をしているんだ。繋いでるかな。難しそう。服はサンダルかな。まためちゃくちゃ小さく描いちゃった。だいたいエプロンつけている。で上がどうなるかな。こういうのでもいいかな。これは男の人だけかな。ウエストが低い。アニメの場合だと原画描く人はそんなに村人は描かないんですかね。描きまくります。原画でもなんかメインキャラクターとか普通にね、キャラが話してればその後ろに人がいますから。全部描くんですね。やっぱりその帽子はやめた方がいいかな。よし村人になれ。実践頑張ります。なんかどんなアニメでもファンタジー、こういう村人がスタンダードセットがある感じですね。設定に村人こんな感じでっていうのは1枚ありますけど、それだけじゃ足りないんで。それスタンダード、どんな会社でも使ってそうな感じですか。作品で書き起こしますよ。使い回しはできないですけど。会社が自分のなんかスタンダード、その作品ごとに作るんで。はい、完成です。村人に見えますか。多分村で花売りはいねえんじゃねえかな。街中にはいるんでしょうけど。そうか、村人と街中は違うんですか。村と町は違いますね。じゃあ町人と思ってました。町人か。そんな感じです。はい。じゃあというような街歩いている、花売ってる的なキャラクターお願いします。中央線書いて背の高さ測ってますか。大体の体の流れですよね。流れ、はい、わかりました。一直線じゃダメでしょ。この線が股の線ですか。腰、はい。アニメーションで先になんか 3D 素材を使ってなんかキャラクター合わせなきゃいけないことがあるんですか。これが CG で作られてキャラクターだけ。荷車はさすがに 3D でやるにはお金もかかるし。自分は 3D の技術がない頃にアニメーターとして育った時代なんで、何でもかんでも描けるようにならなきゃダメという状況でしたからね。私荷車とか全然描かないから絶対一日中かかります。イラスト描くにしても荷車とかね、こういう 3D 素材はないだろうから自分で描かないと。でもあるんじゃないか。多分、それがなけりゃ描けないようだと仕事が絶対できないから書いてみない。挑戦しない。いや、書かないと覚えないんで、こういうのは。そうですね。でも怖い。だってやり直せばいいんだから全然怖いことはないですよ。問題がなんかすごい時間を使って
書いてみてもそれでもちゃんとなんか角度というかパースに乗ってないとか悲しすぎて。パースに乗ってないのは別に大したことじゃなくて説得力のある絵になるかどうかなんで、パース云々言ったらアニメーターは嘘つきまくるんで仕事にならないから。だからズボン履く文化はいつから始まったかな。どうなんでしょうね。昔のギリシャの画像を見ると、まだズボン入っていないよね。ないですよね。なんか偉い人はトガと呼ばれる布をでっかい布巻いてるでしょ。本当にズボン考えた人はすごいアイデアですね。ただタイツが普段着っていう時代があったみたいだから貴族とかはその時代に貴族がやりたくねえな。恥ずかしい。そうね。でも今日本も結構寒いから私常に、ヒートテック的なタイツは、ほら下着としてはいいんですけど。そうね。農業してるから毎日太陽に。いや労働者に帽子は必要ですよ。労働者？働く人。外で働く人にはね。仕事でファンタジー的な場面描くことは多いですか？まあそういう作品が回ってくれば。なんか最近多い気がしますね。まあそればっかりじゃないですからね。 SF ものもあるし。その荷車書くには2点パース意識しながら書いたんですか？特に収まりのいいように書いただけ。とりあえずフラットにまとめた方がこういう場合はいいから、そのきついパースでは書かないで。ある程度ここから見上げてるって感じですね。いや特にそういうわけでもなんかここがそういう風に理屈を考えちゃう。ごめんなさい。そこがダメなんだな。収まりのいいように微調整しながら書いていくだけだから、特にこう集まってるとかこう集まってるとかそういうのは考えてないですよ。そうなんだ。感覚で書くんですよこういう時は。へえ、すごい。アニメーション業界で何%くらいディレクターとか監督原画描く人は絵描きの学校に行った感じですか？だいたいみんなワンクッション置いてアニメとか学校に通ってから入ってくる人も多いですけどね。まあ人それぞれですよね。どこか会社の動画さんになりたかったら特にこういう学校に行った方がいいとかありますか？いや特には本当人それぞれがいろんな経緯でその仕事をやってたりするんで。たまに全く映画描けない人が入ってきますか？そうですね。アニメーター以外だったらね絵の才能は必要ないから、監督や演出はね絵がうまきゃいけないとかそんな決まりはないから、むしろアニメーターが監督や演出をやると絵にこだわってどちらかっちゃうからファンタジー設定の服だと結構緩いイメージがありますね。ポリエステルの時代の前でしたしだいたいポケットの概念自体がこういう中世にはあったかどうか。ポケット、ベルトとかなかった可能性ということですか？そうですね。この服だと書いてあるんですね。ベルト、これベルト布紐だから金具のついたベルトの概念はねこの頃にはないでしょ。まあこの頃って言ってもねファンタジーだからはい、町の花屋さんありがとうございます。花売りだけど荷車で売るってことです。その方が効率的でしょう、商売としては。確かにそうです、ね、そんないちいちカゴに持ってね一つ一つ売るなんて。本当にそうですね。よし、じゃあ比較タイムです。はい。まあ一番最初に村人っていうか町人的なファンタジー設定のキャラクターを描こうと思ってこういうエプロンとかブーツとかマントが使い物になると思ってこれを描いてみました。思ったより背が低く描いちゃった。俯瞰で描く
つもりだったんだけど、足を描くときに結構正面となっちゃって背がはっきりわからないですね。で、わけわかんない花と、これ絶対こうじゃないですね。一回勉強したことある気がするんですけど、どうやってうまく描けばいいか。三つ編みは描けないか。描けない。一回勉強したことあると思うんだけど、いや、こんな感勉じじゃない。強するまでもなく描けると思うんだけどやっぱりこれが絵描きの問題じゃなくて人間の知識がなさすぎて。で、ひのいさんはこれ出した花売りの男の人、この前もう1ポイント入れるとそれっぽくなる、で、小道具は大切ですよね。帽子かぶってるから外で働いてることが分かりますよね。で、服がシンプルなチュニックとズボン、ファンタジー系な服だと結構ゆるい感じになりますよね。そしてブーツ、なんかアドバイスとかと比較してもらえますか？三つ編みですね。なんかこういう形のパンがありますよね。お腹すきました。もうこんな感じのね連続が書けるようになれば普通に書けるから。で、最後ちゃんと、ゴムでも何でもいいから結んでおかないと。そうね。じゃあコツとして S の形が何回もある感じですね。こうじゃない。ちょっともう一回 S の形があって右から入ってきて、つながるんだ。S の形。S の曲線がまっすぐすぎる。もっと湾曲させて。まだ足りないな。でもこういう感じですね。なるほど。カーブのところにできない。三つ編みはこれぐらいにしていろいろ書き方あるんですけど、全部をカバーする必要なくて省略した感じでやった方がうるさくないですね。それっぽく見えるでしょ。そうですね。私が書いたのがなんかピクニックのブランケットみたいですね。やっぱりこういうヘリはね巻いてあるように見せて、つなぎ目もちゃんと補強してますよっていうのを見せて、花を描くんなら花の大きさと茎の太さとかに気をつけて、できればこういう葉っぱも入れると説得力があるから。わかりました。ポーズが身構えちゃってるでしょ、ガンと。そう一日中そういう風に絶対持ち上げられないですね。最初にプロポーションを決めないとちょっと変な感じになっちゃうから、こういう時はどういう風にしたいかを考えて、そういうようなポーズかけたかった。まず入り口からしてね、間違ってるとどんどん変な方向に行っちゃうから。バスケットで困りました。なんかバスケット体の近くに持ったら傾いちゃうとか。こういう風にしてもいいし、こういう風に傾けてもいいし。そういう風に書けばよかった。いいね。あとサンダル足首とここなんか裸足にただ輪っか巻いてるみたいなんで、もうちょっと補強するのを考えると、これぐらい入れて靴底ちゃんと書くぐらいやっといた方がそれらしく見えるんじゃないかな。そうね。履きにくいでしょ。すごいいろんな勉強になってます。こういうところフリルを書くんならこれを意識してちょっと面倒でもやっておくと。俯瞰で上から書こうと思ったんだけど、背が低くなっちゃって、それに対して何かアドバイスありますか？パース線をしっかり意識して、こんな感じでしょ。ちゃんと線を、しっかり書くべきでしたね、この場合は。でだんだんパース効いて小さくなっていくと。やっぱり私の絵だと多分足がもっと小さくして、この辺にあるはずですよね。こんなとこですかね。はい、町人
を描いてみました。で、こういうシンプルな緩い服で全然いいので、すごいヴィレージャーっぽくなりますね。タウンズパーソン。三つ編みの描き方とか、フリルの描き方、サンダルの描き方、簡単な花の描き方で、こういう風に全部描かないで、少しだけでもハンドルとそのパターン全部描かなくてもいい。それっぽくは見えてきますよね。そんな感じ。こういう変なポーズにならないように、最初からポーズをはっきり決めた方がいいし、で、パースで俯瞰で描くんだったら、ちゃんとパース線も意識しながら描かないと、結局また正面アイレベルアングルになっちゃいますね。説明してて気づいたけど、俺いろんなこと考えながら絵描いてるんだって再認識しました。もう体に染みついちゃってるんで、こういうことが。意識せず正しいことをやってます。ということで、町人でした。はい。他の動画いっぱいあるので、ぜひ見てください。そして登録お願いします。ありがとうございます。はい。三つ編みとかはね、結構本当に慣れればすぐ描けるようになるんで練習はした方がいいと思う。練習します。はい。